僕はこれは相当怖いことだなとは思ってますよ。歴史がね、変わっちゃうかもしれないから、ここ1週間くらい本当にニュースはよく見とかないとな。多分5月の中旬あたりにいろんなことが起きますと。5月の末から6月の頭あたりに何かあって、で、いよいよだなっていう感じに。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、はい、4月最後の占いと時事、そして5月の予言会になります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということでございまして、4月30日がギリギリ木曜日だったということでございまして、今週が予言会でございます。ね。はい。もう明日からじゃんみたいなね。もうすぐじゃないかっていう。すいません。先週やった方がいいのはね。どうなんでしょうね。なんかあったら言ってください。よろしくお願いします。はい、でございまして、いつも通りでございますけれども、やっていきたいと思います。はい、本日収録日は4月28日の火曜日でございます。4月30日木曜日アップ予定でございます。はい、いつも通り4つのジャンルの、まずは時事ですね、こちらをお届けさせていただきまして、その後4月の予言の振り返り、そして5月の予言という流れでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ参りましょう。まずは占いと時事のコーナーでございます。はい、4つのジャンルをお届けしていきましょう。最初のジャンル、今週のエンタメスポーツでございます。こちらは3つご用意させていただきました。まず1つ目が、ちょっとこちら心配ですね。タイムレスの菊池風磨さんは活動休止と。いうことでございまして、4月の22日に、所属事務所のスタートエンターテインメントから活動休止発表ということで、理由が喉の不調と、いうことで、ここ5、6年ずっとなんか調子悪かったらしいですね。で、直前までもずっと喉の調子が悪いっていうふうに漏らしていたと。で、ちょっと激痩せ姿に心配もみたいな感じ。心配だね。ね、本当に。なので復帰までは数週間程度の見込みというふうに言われてるそうなんですけど、運勢的にはどうなんですかね。はい、菊池さんは割と若いって言っていいのかな、わかんないけど、タレントさんたちの中では割と好きな方で。はいはいはい。なんかね、昔ながらのタレントさんっていう感じで、スマップ感というか、なんか。いいですね。確かに。わかりますよ。世代的には結構、好感度僕高いし、モテるんだろうなっていう感じですけど。人気の方でいらっしゃいますよ、もちろん。この5年くらいはそんなに悪くなかったんじゃないかなっていうふうに出ていて、去年の後半あたりから今年あたりから、運勢ちょっと低下っていう感じで、3月の22あたりから、要は旬も超えた21とか22あたりから、今が一番きついかなと。じゃあもう本当に今、きつい時期でいらっしゃるんですね。僕の語行が強くなりすぎてるから、今年結構ね、7月、8月、9月のあたりまでは、ちょっと不安定だと思う。運勢的に。秋口ぐらいまで、じゃあずっとちょっと運勢的なことで言うんだったら不安定。不安定かなと思います。で、運勢がこの人がまたもう一回上がってくるのが28年とかなんですよね。なるほど。2年後かな、そうすると。そう。だから、いい中のちょっと微妙だったのが去年と一昨年で、ちょっと微妙な時期の微妙な年が今年と来年なんですよ。なるほどね。で、その中で特に体とかにまで出ちゃいそうなのが今なんで、夏までは本当気をつけながらお仕事してほしいなと思います。なるほどね。一応現時点での発表はね、先ほど申し上げた通り、数週間程度というふうには言われてますけども、言ったら長い芸能生活になるわけですから、ちょっとここはご無理せずっていうところは、せずやってほしいね。ですね。本当にご回復ね、本当に願っておりますので、はい。活動休止のお話だったんですけど、こっちは脱退というお話なんですけども、JO1 の大平翔生さんがグループ脱退正式発表なんですけど、まず水森さん、JO1 ってご存知ですか？字面は見たことがある。字面は見たことがある。さっきやるって言ったから写真見て、この顔、韓流じゃなかったんだみたいな、そうなんです。見たこと、なんか推し活とかされてる人が好きな人だよね。そうですよ、本当に。ちょっと待って。でも本当に推されてる方ですよ、やっぱり。そうだよね。めちゃめちゃ推されてる。イケメンだよね。イケメンの方ですよ、本当に。なんですけども、今回はちょっとグループ脱退ということでございまして、昨年10月から活動休止中と。で、きっかけは週刊文春が報じました。文春法でございますよ。二股騒動。本命の一般人女性の方と交際しながら、妹分のグループのミーアイ。なんかあったね。オーディションでね。この元メンバーの雫さん、飯田雫さんと関係を持っていたということで、そのタイミングでもうお二人とも事務所の方から規定違反だと。グループ内で付き合うとは何たることだと。厳しいね。グループ内といいますか、事務所内ですね。で、もう活動休止になりまして、で、昨年末をもって、飯田雫さんの方はもう事務所も辞めてと
グループ辞めてということで、インスタグラムは開設したんですけども、活動休止状態みたいな感じになっておりまして、ついにこの大平翔生さんの方も脱退ということらしいんですけど、この大平さんの運勢、こういう言い方するとあれですけども、ちょっとこういうのはショート動画見てる方とかお好きかなと思いまして。あ、そうだよね。はい。そう。普段見てる人どこまで興味あるかわかんないんですけど、切り抜きとかやってまして。やってまして。TikTok とか、やってまして。インスタとか。やってまして。はい。はい。ようにっていう感じですけど、外角かどうかわかんないんですよね。大平さんって。あー、なるほど。そう。前も占おうとして難しいなと思ったような気がしますと。なるほど。ただ、普通角だったら良くなるかなっていう風には見えると。普通角だったらこれから運勢的に回復傾向に行くんじゃないかと。これまで良かったんでしょこの人。まあまあ。去年くらいまで。まあまあそうですね。そうだよね。実際ご活躍をされてらっしゃったわけですから。だったら普通な可能性もあるから、逆に、事務所っていう、なんていうのかな、障害乗り越えてみたいな感じで。活躍する可能性もあるんじゃない？なるほどね。普通角の方であれば。そうそう。あとは性格的にちょっときつそうだなっていう感じはしますけどね。プライド高かったりとか、話題とかは結構上がりやすい人になるんじゃないですかね。なるほどね。言ったってね、プライドと言ったってね、やっぱりタレントさんですからね。やっぱりそこはちゃんと持ってらっしゃる方だと思いますから、いろいろ反省はしていただいて、そうですね。いい流れに乗っていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。だから、逆に良くなるみたいなのが今年来年あるかもね。なるほどね。普通角だったら。普通角だったら、ここが重要なんですよね。いや、ちょっとわかんないんですよね。ちょっと今後のなんか様子をちょっと注目してみたいところではありますね。さあ、そんな中、こちらはもう今大炎上の話でございます。カジサックさん、タモリ票で大炎上ということでございまして。キングコングの梶原裕太さんね、カジサックとして今 YouTuber として有名ですけども、ヒカルさんの YouTube 動画の中で、ヒカルさんがね、タモリさんは回すのはうまいけど、もう面白さは全然わかんないことを言って、もう大炎上して、その発言に同調して、僕も尊敬はしてますけど、正直、そんなですよって言って、もうそれがもう大炎上するっていう。乗っかっちゃった。乗っかっちゃったんです。乗っかっちゃった。相方の西野さんからは、教養のない人間にはタモリの面白さはわからないって書いてあって。まあその通りだね。その通りですよ。ね、もうそんな感じですから、もう大変なことになってるという感じなんですけど、カジサックどうですか？カジサック、ヒカルカジサック両方見るか。せっかくですからね。せっかくだから。ヒカルさんも炎上しやすいっていうか、だからもう運勢ないんですよね。ずっと燃えるような感じの時期に今もう入ってきちゃってて、それ前言ったよね。そうですね。で、もうそういう時期だからこうやって、炎上芸みたいな感じでやっていくのかなとは思ってて、で、カジサックも炎上しやすい人なんですよ。で、年運で言ったらまだいい年、今年。天国地中で試練なんだけど、何にも話題にならないよりは CM 打てるみたいな感じで言ったらよくて、今年の中で一番炎上しやすいのは、水のエタスの今月っていう感じなんですよ。じゃあもうどんずば。もう、5月5日まで、まあ5月20日あたりまでは、21? あたりまでは結構きついんじゃないですかね。なるほどね。余計な言い訳とかして再炎上とか、で、全然違うところでももう一回炎上とか、なんかそういうこともあって、よくネットニュースで見るなってなりそうだなって思いました。なるほどね。連鎖しちゃいそうな感じですかね、そうすると。で、それ起爆剤になんかまた注目してもらって良くなったりっていう外科手術みたいな感じにはいい年なんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。まあタレントさんですからね、逆風を逆にこう乗りこなすぐらいのね。お子さんたちほら晒しちゃってるじゃん。だからね、心配っちゃ心配。確かにね、ファミリー。お子さんがね。お子さんが。そう知らない。いやもう自分で頑張れって話です。大人だから。大人ですから。ご家族に変な影響が出ないようにはね、ほんとしてほしいですね。本当だね。ということでございまして、今回はちょっと様々な形での芸能活動のお話でございました。今週のエンタメスポーツでございました。さあ続きましては今週の政治経済でございます。政治経済はですね、大きく分けて3つご用意させていただいております。まず1つ目は日経平均が6万円台、そして日銀の利上げは見送りということでございまして、このあたりのお話でございます。4月27日、日経平均株価は前週末比821円高の6万537円で、終値ベース史上初の6万円台に到達ということでございまして、半導体関連株が牽引した形ということだそうでございます。一方で、日本銀行は27日から28日の金融政策決定会合で
政策金利を 0.75% に据え置き、2会合連続の利上げ見送りにということでございまして、緩和継続が円安、株高を支える構図となっておりますけれども、28日には反落して6万円割れになったという状態でございます。ね、株価のやっぱり大きい動きがね、現状も続いているわけでございますけれども、その中で利上げに関しては見送りとなったわけでございます。見送ったっていうのもあってかなとは思いますけど、円とかドルの価値が落ちてるからっていうのもありますよ、株高っていうのは。インフレの時って株高にはなりやすいんですよ。で、前ほら水星火星がみたいな話したじゃないですか。してましたね。5回くらいオフィス座近辺でみたいな。で、これがだから世界恐慌の時と第二次オイルショックとリーマンショック、多分ね、第二次オイルショックの時に近いのかななんていうふうに思っていて、で、イラン革命とかあった頃ですよね。インフレに触れて実体経済にめちゃめちゃ影響があるっていうような時期に今近くて、だからどこがきっかけになるかっていうのを占い師だけどね、見つけるの難しいんですよ。だけど、一回上がっといてからっていうのがあるんですよ。だから、もうなんかみんなでババ抜きやってるような感じで楽しくていいっすねって思ってます。楽しいかどうかわかりませんけどね。そんな中でですね、実体経済のお話出ましたけども、政府が原油代替調達5月分の約6割を確保というニュースも入ってきております。高市首相、中東情勢に関する関係閣僚会議で、ホルムズ海峡を経由しない原油代替調達について、5月分は前年実績比約6割の確保の目処がついたと発表。アメリカ、中央アジア、中南米、アジア太平洋からの調達を進め、不足分は石油備蓄の追加放出で対応すると。赤澤経済大臣には6月はさらに水準を上げようと指示を出したということだそうでございます。ナフサ不足に関してはずっと言われていることであるんですけども、現状としては政府としてはそのような確保をしているということではあるんですが、頑張ってても素材が違うんでしょ、ナフサって。いろいろとね、国によって違うみたいな感じがあるから、大変だよなって、もうかなり出てるみたいですよ、現場レベルでは。ね、やっぱりストップですとか、様子見ですとかっていうのは、いろいろ動いてしまってるっていうニュースもね、飛び込んできてますからね。だから、住宅がほら、止まっちゃうでしょ、立たなくなるというか、そういうのも出てきちゃうので、住宅ローンで我が国の GDP って結構支えられてるようなところあるんですよね。だから、金利まで上げちゃうともう大変になっちゃうし、だから、激震災害とかと同じ扱いになるから、ローン組んじゃってる人たちもこれからどうなるかっていうのにね、出てくるから大変だなと思って見てますけど。なかなかちょっと心配なところではあります。そう、6割って言ったって4割足りないんだから。そうです。そこを、石油備蓄の分で、誰かの売り上げが4割足りないってどう思います？なかなかどうやってそれをサポートするんだみたいなことになっちゃいますもんね。30万円の給料が20万円くらいになっちゃう。そうですね。そうね。18万とかになっちゃうんだよね。きついなとは思いますけどね。なかなかちょっと厳しいなというところもありつつ、とはいえ国としてはちょっとこういった形で対応しているという状態ですね。そうなんですよ。結構しんどいと思いますよ。だって30万の人に18万渡すって言ったら社員も怒るでしょ。確かにね。経営者って辛いよね。難しいですね。大変だなと思って。それが目詰まりとかさ、そういう話でね、足りてますって死んでも言ってほしくないって自分が経営やってるからだけど、多分現場レベルだったら思うなとは思いますけどね。そんな中ですね、国会も大変大きく動いております。様々な話がですね、今週動きが見せております。まず高市政権下でですね、4月27日、安保3文書改定の有識者会議が初会合ということでございまして、AI やドローン、認知戦、このあたりが論点になっておりました。またですね、放出典範改正、これにつきまして4月15日に衆参全13党派の全体会議が再開し、今国会中の改正を目指してはおりますが、旧宮家養子復帰案に関しては、SNS 上など含めて批判殺到、世論は愛子天皇待望論が、大多数、出ているということでございまして、非常にこれも注目を集めている状態でございます。さらに、緊急事態条項をめぐる改憲議論も加速しております。高市首相が時は来たと発議に意欲を示しておりますが、自民、維新、国民、公明が賛同を示す中で、立憲共産は強く反対ということで対立が鮮明化しているということでございまして、大変国会もですね、大きく揺れ動いている状態と。ダメだなこれ話すとさ、お左の方からもお右の方からもさ、それおつける意味あります？いや、ある。丁寧語で喋らないと。ね、
別に。これから叩かれるんだから。そう叩かれるようなことこれから言うんですか？わかんない。だから、くれづらいよね。難しいですよね。だから武器を売れる国にしてくんだよね。武器を、そうですね。武器商人になってきますっていうことだよね、日本はね、これからね。一応。人殺しの道具を売る国になってきます。テクノロジーの発展のためには必要です。戦争で、攻撃されている方が防御できるようにするための支援をするっていう。技術的にはそうなんですよ。現実的には必要なんです。で、そうだよねっていう感じ。けどこれもさ、批判的に言うとさ、やっぱり保守っぽい人たちからね、なんか言われちゃうから、なんとも言えないけど複雑だなと思って見てますと。で、日本っていうのが、切り替わってっちゃうようなタイミングではあるんですよ、今年来年っていうのがね。で、それの始まりだなっていう感じはしますと。風の時代に入ってばかりじゃないですか、みたいな感じには見てますと。で、皇室典範の話、今度これがね、リベラルっぽい。リベラルってなんだっていう話になってくるんですけど。リベラル自由？だから、日本の、リベラルっぽい方から怒られちゃうかもしれないんですけど、僕ってほら、占いやってるから、四柱推命とか、ロシビト数って、体温的音声のサイクルっていうのが、男性と女性で逆なんですよ。そうですよね。占い師やってるから僕はそうですねって言いますけど、本当逆なんですよね。そうなんだよね。で、これの見方も北半球と南半球で違ったりするから、祭祀に関わると思ってるんですよ。天皇陛下とか。国家元首の運勢って結構、日本の運勢リンクするなっていうのがあって、で、割と日本っていい国だと思いませんか？僕はそう思いますけどね。で、そこ、なんていうのかな、けど、だから、カルトっぽく思うのかな、やっぱり。祭祀って要するに祭り事というか、そういう儀式的なことじゃないですか。それをね、大事にやってるっていうことが、ちょっと、どうなんだっていうふうに思う方もいらっしゃるんだろうなと。だから、鳥居の位置を変えてくれたりとか、池の位置を変えてくれたりとか、よくわかんないこと言ってると思うんですけど、ポールシフトが起きたりとか、そういうことしたら、女性天皇もっていうような、感覚なんですね。ポールシフトって要するに北と南が、北極と南極がこうぐるってこう回転しちゃうみたいな。要するにそれぐらいのことが起きるんだったら、なるほど。そう。とか、どうなんだろうね。だから今の国家元首。お家が祭祀のところもちゃんとできるよって言うんだったらありじゃないですか。だから下手に触って日本壊れちゃうの嫌だなとは思うし、なんとなく壊したいって思ってる人たちが一生懸命待望してるようにも見えちゃうところもあるので。いやでも日本を壊したいとはさすがに思ってらっしゃらないんじゃないですか？そんなことは、僕は分かんない。都市伝説界隈で言ったらさ、トゥーランドのサムさんがすごく炎上してたよ。そうなんですか？そう、この話題出してて、ちゃんとお話ししてて偉いなとは思いましたけどね。なるほどね。僕的にはだから、触るの怖いな、みたいな世界。割とオカルトじゃないけど、そういう神話みたいなの好きだから、歴史とか文化とかね、文化をいじるような感じなんで、だから神社を全部建て直してくれるんだったらくらいの。特にアマテラス系の、そんな感じですかね。なるほどね。でも本当にそれぐらい文化、日本が築き上げてきたものに触ることではありますからね。俺らわかんないじゃん、その祭祀がどんな感じかとか。実際のところまではね。なるほどね。秘密も多いですから。確かにね。だからなんかそこが安全だったらいいけどっていう感じ。なかなかそこら辺やと外野がどこまで。で、一般人じゃないかって伏見宮系というか言われてますけど、一応多分歴代いろいろお作法みたいな習いながらとか、いろんなお話を受けながら帝王学じゃないけどね、来てると思うので。なるほどね。難しいね。難しい話だと思います。あとは、緊急事態条項は今度は、お保守の方から、なんか言われちゃうよなとは思うんだけど、僕はこれは相当怖いことだなとは思ってますよ。怖いことっていうのはどういうことですか？緊急事態条項が通っちゃったらっていうことなんですかね。そう。だから別に法律とかでなんか対応する分にはいいと思うんですけど、本当の有事ね、3.11 みたいなのがあったりとか、戦争とかね、なんかそういうことがあったりした時に必要な気がすると。でも法律でも多分対応はできるとは思うと。これ憲法にってなると、やっぱ怖いし、戦前特攻警察とか、習ったでしょ？ありましたね。とか、治安維持法とか。だから、
そういう風に機能しちゃう場合もあるからねと。まあね、そういうつもりがないって言ってても、まあね、そうね、どうなるかわからないところもあるような使われ方はしないでほしいですよね。どうなっていくかっていう意味で、まだ今言えるなと思っていて。今言える。まだ言える。だからこれからね、原油とかなんかいろいろ今起きてるじゃないですか、中東で。夏になんかあって、冬の始まりくらいになんかあってっていうのがあって、その中で世論がどんどんこれから形成されていくなと思ってるんですよ。で、その頃僕はもう言いません。あれ？はい。はい、言いませんと。だってコロナだってそうだったし、世論ができてからはなんか言えないですよ。なかなかこう世論の反対側みたいな意見っていうのは、いろいろ言われますしね。難しい。でもそうなっちゃうんですよね。だけど、どういう仕組みが、だから歴史から学んだ方がいいと思っていて、どういう仕組みだったかとか、で、その時にどういうふうに生きたらいいかとか、で、僕も、平和に生きたいので、その頃はもちろん言えません。はい。なので、よく見とくんだよとか、ちゃんと準備しとくんだよっていうことかな。そうですね。我々ができることっていうのも限られてはいるとは思いますけど。そう。なんか、追い込まれると人って熱狂しちゃうから、そこに水差すようなこと言うとね、襲いかかられたりするかもしれないから、なんか言えない。なるほどね。今言えるのはこんなところです。わかりました。熱狂に気をつけましょうっていうのはね、前から言ってることではありますからね。だけどもう、しばらくしたらもう言わない。もう言わない。なんで、わかんない人はわかんないんじゃないですか。そうなんですかね。だから別によく調べて心の準備、その他準備いろいろしとくのがいいかなと思ってます。なるほどね。ちょっと本当に今、政治、経済、本当に大きく動いている状態ですので、皆さんもいろいろとね、ちょっと見ていただいて、うちだけじゃなくてね、ちょっといろいろと見ていただければと思いますので。ごめんね、この遠回しな言い方をしてて。こうなっちゃうんだよなっていうのはね、ありますけどね。残っちゃうからさ、アーカイブとかで。そうですね、これもね、YouTube さんがね、やっぱり残してくれますから。残していただけるんで。はい。なので、ちょっと、そんな感じでございますが、一つ参考にしていただければと思います。はい。ということで、今週の政治経済のコーナーでございました。さあ続きましては今週の国際情勢でございます。国際情勢もですね、なかなか大きい動きがございまして4本。まずは、これびっくりしましたね。ホワイトハウス記者会、夕食会で発砲事件。4月25日の夜ですかね、トランプ大統領が出席するホワイトハウス記者協会主催の夕食会の会場付近で発砲事件が発生。シークレットサービス1人が防弾装備越しに負傷。夕食会は開始30分で中止。司法省のブランチ長官代行が26日、トランプ氏や政府高官を狙った可能性が高いと明言。容疑者は大統領暗殺未遂罪で起訴。なかなかちょっととんでもない事件。ね、幸いにしてね、怪我人とかっていうのは、先ほどのシークレットサービスの方だけですし、命に別状はなかったということではあるんですけれども。なんかね、すごいですよね。なんか、こんな暗殺未遂される人も珍しいなとは思いますけど、今月4月っていうのが体を表すアセンダントに対して、ちょうどアセンダントと天王星がね、双子座の移動もあるし、天王星が26日に移動になるんですよ。で、そことちょうど多分トランプさんのこれが生年月日だって言われてるところのアセンダントが机くらいになるんですよ。なんで、4月の下旬とか危ないなーって思ってたけど、こんな感じかっていうふうには個人的には思いました。歴史がね、変わっちゃうかもしれないから、ここ1週間くらい本当にニュースはよく見とかないとなって思っています。なるほどね。そんな中でですね、トランプ大統領、イランの方ですね、この核交渉の方のですね、もうですね、なかなか緊迫の状況ではございまして、27日ですね、イランから示された最新の和平提案を側近と協議というニュースが来ておりまして、提案内容としては戦闘終結とペルシャ湾の海上輸送問題を解決するまで核開発計画の協議を棚上げするというものだったんですね。ただトランプ氏はこれは受け入れる可能性は低いと、懐疑的な姿勢を示し、ホワイトハウスの報道官の方でも大統領のレッドライン、譲れない一線は明確で要求は不変であると強調。数日以内に正式回答する見通しということでございまして。絶妙なところだよね。だからプーチンさんと荒口会長、会ってたりしましたし、プーチンまで出てきてるよっていう感じですから、ここの緊迫、だってイスラエルはやっつけたいんでしょ？そうですね。ずっとイスラエルの方ではずっと攻撃的な姿勢がずっと続いてるっていう。難しいですよね。イスラエルがソマリランドっていうところを後ろから支援してるわけですよ。国家承認して。で、それがバブエル・マンデブ海峡ね、イエメンの空襲派っていうのが支配してるんですけど、それに当てようみたいな動きもあるじゃないですか。だから、引く気がないわけですよ。で、
三大宗教やっぱり終末論、持ってたりして、終末に近い構図に今なってるわけですよね。だって、イランの見方をロシアがするっていうことは、エゼキエル書みたいなのがあって、それ通りのシナリオみたいに今見えてきてるっていうことじゃないですか。それを待ち望んでいる狂信的な人も、もしかしたら一部でね、いらっしゃるかもしれなくて、その終末論の宗教って、メンバーシップで軽く話してるんですけれども、世界人口の3分の2くらいの方がね、イスラム、ユダヤ、キリスト教とね、信じられておりますので、それを使って不景気を作りたいって思ってる人たちがいるかもしれないから。なんかそういうことが、考えてほしくないなと思いますし、そんなこと本当あるんですかっていうふうに思っちゃうんですよね。陰謀論だよね。だから、貴族って民間嫌いだと思うよ。すごいこと言うな。恐ろしいこと言いますね。民間が貴族のところまでのし上がってくるのは嫌いだと思うんだよね。やだな。なんかそういうのはね。庶民はちゃんと逃げましょうっていう感じかな。本当ですね。そんな中ですね、このイランだけではございません。西アフリカマリでですね、同時多発攻撃、国防相が死亡と。4月25日、西アフリカのマリで首都バマコや中部、北部の複数都市と軍事基地を狙った大規模同時攻撃が発生。アルカイダ系武装組織と反政府勢力の犯行とされ、軍要員と民間人計16人が負傷。26日にはカマラ国防相の自宅に爆発物を積んだ車両が突入する自爆攻撃があり、これによってカマラ国防相が死亡。フランス軍撤退後の力の空白とサヘル地域の治安悪化が深刻化していると。いやー、すごいね。すごいですね、本当に。ここの大統領ちょっと見てみたんですけど、まだね、運勢は完全には落ちてないから、今年そんなに良くないですよ。そうなんですね。去年も全然良くないけど、大変そうだなっていうのと、全然大変だと思うよ。そうなんですか。来月下旬とか。5月下旬には、もしかしたらちょっと何かしら動きがあるんじゃないかと。かなとは思います。なんか見とかなくちゃいけないですよね。ロシアと関連あるんだよね、ここね。というふうに言われてますね。なんか起きてるけど、庶民には分かんないよね。だから、いろんなことが起きてんだなっていうところの、本当に一つとしてこういうことも今起きちゃってるんだなっていう感じはしますね。様々な状況が起きてる中で、こういうニュースもございまして、中国、EU の7社団体を輸出規制リストに追加と。4月24日、中国商務部がベルギーの重機メーカー FN ハースタルなど EU の7社団体を輸出規制対象リストに追加したと発表と。EU による中国製 EV への追加関税ですとか、対中半導体規制への対抗措置とみられるということでございまして、米中対立に続いて中欧対立も進んでいるのではないかというふうな話も出てきてるわけですね。だから実際の戦争だけではなくて、こういった形での対立と。そうだよね。もう、次の結局この後 AI とかの話していきますけど、そこの覇権争いの最中なんだよね。そうなんですよね。だから中国だと結構追い込まれてると思いますよ。硫酸とかね、輸出規制したりとか、レアアースもそうですけど、切り札どんどん切ってってますから、対立すげえなみたいな感じで見てますけど。なるほどね。いや、本当に今週のニュースは各地の対立が本当に鮮明化してるなっていう風な印象がすごく強い時期だったなというふうに思います。というわけでございまして、今週の国際情勢はこんなところでございます。さあ、占いと時事はラストのジャンルでございます。今週のエクストラ、テックニュース、AI ニュース、学術系のニュースなどなどお届けしております。こちらは今回、4本ご用意させていただいておりますけれども、ちょっとダラダッと最初の3本いきたいんですけども、まずはチャット GPT のですね、GPT5.5、そしてチャット GPT イメージズ 2.0 がリリースと。ということでございまして、オープン AI が最新言語モデル、チャット GPT の GPT5.5 とですね、画像生成モデル、チャット GPT イメージズ 2.0、これを正式公開。まずこの 5.5 はですね、コーディング、リサーチ、データ分析など複雑なタスクに向けて高速化、高機能化。イメージズ 2.0 が弱点だったテキスト描画なんてイラストとかですよね。の精度を上げて、さらに多言語対応、視覚推論大幅強化。ということで、サム・アルトマン氏は GPT イメージ1からの飛躍が大きいと、ライブ配信でも強調しているということでございまして、で、その流れで4月27日なんですけども、オープン AI とマイクロソフトが結んでいた提携契約が改定、マイクロソフトによる独占的ライセンスが終了。これまでのオープン AI 製品っていうのは Azure のみで提供されてたんですけども、AWS、Amazon のやつですね、とか、Google クラウドですとか、他のクラウドでも提供できるようになっている。で、マイクロソフトが保有するオープン AI の IP ライセンスは2021
2032年まで延長はされたんですけども、これ独占じゃなくて非独占。で、収益の分配も2030年で終わるので、本当にいろんなところが使えるようになってくるというところで、ちょっと GPT がガンガン広がってるぞっていう話なんですけど、アンソロピックが伸びてきてるからね。やっぱそうですよね。そう。だって、クロードってやっぱすごくて、コードは今回ベンチマークで勝ったのかなっていう感じですけど、全部で勝てなかったの初めてじゃないですかね。そうですよね。一回ジェミニ 3.0 に抜かれた時はコードレッドだっつって、全部抜き返したんですよ。そうですよね。コードレッドってもうまだそんな経ってないじゃないですか、あれも。だけど、アンソロピックの方が、ミトスのベンチとかマジでやばいから、だから初めてかなくらいの。で、同じ土俵でというか、だからアンソロピックに負けないためには、こうやっていかなくちゃいけないし、まあ、いいんじゃないですか。いろんな API で。使えるようになるっていうのは。使い勝手が良くなるという意味では、一般のユーザーとしてはね、非常にいいのかなと。そう。Azure だけだったからね。そうですよね。で、イメージ 2.0 なんですね。これもナノバナナ超えてんじゃないのっていう、Google の画像でポスターとかね、前変な文字だったの覚えてます ?1 年前とか。若干日本語変だなとかね、若干どころかこれ読めねえな、みたいな。ありましたよね。そこがまともになってくるのはすごいことだよね。そうですね、本当に。ということで、ちょっと GPT とかね、本当オープン AI 頑張ってやっていくぞってサマルトマンさん言ってるんですけど、サマルトマンさんがその後に、いわゆる AGI が到来した後、汎用人工知能が到来した後は、誰も働かなくなって、経済が崩壊する、眠れないっていうふうに投稿したっていう。どうした煽りたいのかなわかんないけどね。だから、わかんないこともないから、結局、そんなことになんないよっていうのは簡単だし、実際にその失業率とかって言ったら、そんな 50% とかなるかって言ってそうはならんだろうとは思うんだけど、例えば、コントロールプレーンのニュースもあるよね。そうなんですよね。コントロールプレーン。これちょっとご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、本当に複数の AI エージェントを横断的に観測、制御、最適化するレイヤーっていうのが、次の主戦場になってきているということで、マイクロソフトはこれでエージェント365っていうのを出して、で、それから Google が出してということで、ここが本当に企業 IT 部門からの注目がめちゃめちゃ集まってるということなんですけど、これコントロールプレーン、だから全部統制するというか、まとめちゃうんですよね。そう。だからエージェントってハーネス設計って言って、どうコントロールしてって、社員がやってるような仕事とかをやらせていくかっていうのは課題なわけですよ。だから今までサーチとかうまかったじゃないですか。調べ物とか相談事とかって結構ね、コンサルいらなくなるんじゃないかとか、占い師いらなくなるんじゃないかとか、いろいろ言われてますけど、AI で調べたりとかすごい便利でしょ？そうですね。AI に作業をさせる、パソコンの中の作業をさせるみたいな感じで、クロードコードだったり、コーデックスだったりとか、いろいろ出てきてたわけですよ。そうですね。で、そういうのを OS で一元管理じゃないけど、企業とかで管理していく体制もいるよねと。ちょっと待ってください。そこまで聞いてくると、企業がそれを全部管理しちゃうっていうことだとすると、Google とか Microsoft とかね。いや、危ないよ。危ないですよね、そう聞いたら。だけど、管理しないでやってても危ない可能性もあるから。そうか。だし便利だから、なんとなくみんな流れてくんじゃないかなと思ってますと。だから OS みたいな感じになってくわけですよ。みんなが。そこは結局 Microsoft と Google かいみたいな。確かにそうなっちゃうのかいって気がしちゃいますよね。ゲリラ戦をアンソロピックとオープン AI がしてってみたいな感じではあると思うんですけれども、AGI っていうのはそれで設計みたいなのの、よくほら、ポリシーとかでさ、改善のためにデータ使いますみたいなさ。ありますね。あるじゃないですか。ありますね。で、改善のためにね。改善のために各社の秘伝のタレみたいなさ。みんな使っちゃうんでしょ？便利だから。使っちゃうかなとは思いますけどね。使えって言われるんですよ。で、便利だなって思うんです。だって自分のコピーとかどんどん作ってる。確かにそうか。で、これ難しいな。メンバーシップな気がするね。ちょっと、もしかしたらそうかもしれないです。だから人間の上流がこれから始まりますよと。人間の上流？人間の仕事の上流が始まりますよ。上流って上流種の上流です。なんですか？ポコポコやって煙が出てきて、いいところだけ抽出して。アルコールが高いところね。人間のいいところだけ抽出して？怖いこと言われてくださいよ。いやそういうことですよ。だから、天王星の移動これかみたいな。やだな風の時代これかみたいな。やだなだとしたらやだなだから、中国じゃ同僚の上流って流行ってるらしいですよ。怖い話してるね。同僚で仕事できるやつの、仕事のやり方をAI エージェントに覚え込ませて、そいつの仕事を奪っちゃえみたいな。怖っ何それ何してんの中国。やめてっていうか、だから、やめなよ。風の時代ですよ。これで人ってもういらないよね、みたいな感じで、ありがとうございました、つって便利だなってやってるじゃないですか。で、これで配置転換です。
みたいな。出向ですみたいな話がだんだん出てきて、失業率は下がってないですよ。だけど、今までやってきた仕事っていうのは、エージェントがやってきますと。あなたはその仕事をしなくても大丈夫ですと。やだ、ずっとなんか怖い話させられてる。怖い怖い。そう。だからこれが風の時代だなと。スピリチュアルの人たちがすごい煽ってたよね。先生術の人も煽ってた風の時代ってまあこんな感じかなっていうイメージ、僕が抱いてたイメージに近いものが出てきたなっていう感じがしますね。いやー、なんかね、確かに自由だとかね、そういう風な、やっぱり印象が多いと思うんですよ。だから、それでさ、やりがいみたいなのを奪っちゃったら、その人たちって何するのっていうことで、逆に、その人たちが会社の仕組み自体を上流して、一人一人が起業してやっていくっていうことももちろんできると。そうか。逆に、奪い返すじゃないですけども、そういうことも可能っちゃ可能なわけだ。いや、だから、荒々しい時代に逆になるんだよと。なるほどね。別に、企業が得するように見えるじゃないですか。ここまで聞くとそうですよね。けど逆もしかりだからねと。そうか、企業も安穏とはしてられないわけだ。そう。だから、いよいよ乱世だなっていう感じがしますけどね。鎌倉時代っていう話もしてましたもんね。そういうことです。なるほどね。はい。一般人は安穏としてたいです。僕も。困ったもんだ。ということでございまして、とはいえね、もちろんできることってのは限られますけども、そういう流れなんだよっていうことをちょっと皆さんちょっとご存知いただいて、より深い話はちょっとメンバーシップとか、また今後もご提供できればと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでございまして、占いと時事、今週は一旦こんなところでございます。さあ、続きましては、ここからは予言のコーナーでございます。はい。まずはですね、4月の予言の振り返りからいきたいと思います。はい。4月はですね、激動の4月といっても、これ言い過ぎじゃないと思うんですけれども、いろいろございました。まず、どんなことを言っていたかというところの振り返りをしつつ、実際にどんなことが起きたかというところを確認していきたいんですけれども、まず、4月末頃に天王星、双子座入りということで、4月26ですね。インド先生術では、大牛座で24年からっていう話をしてるんですけれども、ここは AI やテクノロジーの変化が起きるんじゃないかという話をしておりました。そのまんまです。そのまんまですね。クロノミトスの話もありましたし、GPT-5.5 もそうですし、あとは今週のニュースでは言ってないですけど、ディープシーク V4、これも新しく出ましたし、先ほどのコントロールプレーンの話もね、僕はずっと怖いって言ってましたけど、これもやっぱりちょっとね、天王星双子座入り風の時代っていう感じがするなという気がいたしました。そしてその次がですね、水星と火星のコンジャンクションが半年に5回発生。こういう風なことが起きるのは過去100年で言ったら世界恐慌とかオイルショックとかリーマンショックのタイミングですよ、という話をしておりましたけれども、原油価格の急騰、エネルギー危機なんてのありました。あとはですね、実際に発表された内容として、IMF がですね、世界 GDP 成長率の予測を 3.1% に引き下げ、シナリオ次第では 2.5% の景気後退ラインに近づくと警告ということでございますから、本当に、これどっちかというとやっぱりオイルショックですかね、に近い感じなのかなという気がしますよね。はい、こういった事態が起きてたわけでございます。その後でございますけれども、アメリカのドルの誕生日のチャート、この真上に土星、海洋星、4月の頭から火星がお羊座入りして、4月の26日前後に何かきっかけがあるんじゃないかみたいな、こういったお話をしていただいておりました。4月26前後のきっかけとしては、やはりちょっとホワイトハウスの発砲事件、これちょっとやっぱり今トランプさんの何か大きい動きになるのかなというところと、やっぱりさっきのコントロールプレーン。もそうだし、AI だよね。ミトスとかやっぱり怖いじゃないですか。やっぱそうですね。ミトスがハッキングされたっていうような。マジっすか？あれもあって、だから、悪用されたらどうするんだろうね。いや、本当ですよね。いろいろ始まってきてるなっていう感じはしますけどね。そうですね。そんな中で中国の建国図から見ても、中国も大変な時期だろうねというお話をしておりましたけれども、例えば、これも占いと時事過去の放送でやりましたけども、肥料ですとか硫酸の輸出を規制すると。いう風な状況になってるってことですから。だから、そのくらい、結局、ベネズエラとイランから原油取ってたんでしょ？そこに、要は中国止めるためっていうのも結構強いと思うんですよ。結局 AI 競争でしょ？そうですね。だから、エネルギーで言ったら中国の方があるんですよ、アメリカより。そうか。で、エネルギーさ、使えば、古い半導体を大量にあればさ、なんとかできるじゃん。確かに。そう。だから、今しかないみたいな感じはあるよね。そうですね。あと、もう、国内でも結構、習近平さんと皇帝みたいな感じでさ、二大派閥がいてさ、それをどっちも抑えて彼になったわけでしょ？そうか、そうですね。
だから、その足元が今ぐらついてるっていう噂ね、いっぱいあったりして、何か起きてんだろうなとは思いますけどね。なるほど。本当に大変な状態ではきっとあるんでしょうかね。その後ですね、インド先生術のお話いただきました。3月19日からヒンドゥーニューイヤーチャートで切り替わりですよと。7月中旬までは良くない流れですよと。スキャンダルとかお金がなくなったりという流れがあるんじゃないかという話をしましたけども、これもね、先ほどの原油価格の急騰ですとか、エネルギー危機の話もそうですし、日本だけでなく世界的にも経済的な影響非常に大きかったというのはもう皆さんご存知の通りかなというようなところでございますかね。その後、4月8日までは良い方向に進めようと水面下で動いているというお話をいただきましたけども、これ実際ね、アメリカとイランの停戦交渉の動きが非常に活発化していたというところでございまして、実際4月8日頃にですね、7日ですか、イランとの停戦のお話というのが出ているというところがございましたので、これもその中では。日本時間で8日だから。日本時間で8日だ。そうだ。一応日本時間で俺読んでます。はい。なんかね、この時期ぐらいまでは結構なんか割と明るいニュースも多かったかなという印象もありますので、なるほどなという感じでございます。トランプのも日本時間だと4月26だから。そう一応ね。すごい。そう。僕今普通に感心しちゃった。半日前なんだよ。なるほど。アメリカそうですよ。なるほどね。そして動画公開がされました頃が3月末ですね。土星と太陽が重なっていると。で、嫌なニュースがあるんじゃないか、苦しさや貧乏を感じさせるんじゃないかというような話でございました。アメリカとかイランの緊張が高まった時期でもございましたし、いわゆるナフサショックといいますか、ナフサ不足のお話が出てきたのも大体このぐらいかなというようなところでございます。日本に限って言いますと、ちょっといろいろと3月後半ぐらいからちょっと痛ましい事件ですとか事故のお話なんかも出ていたので、本当にそういったニュース等々は結構多かったのかなというようなところではございました。はい。そして少し経つと金星と重なる落としどころがついたように見える4月はぬか喜びでいるこのぬか喜びね。はい。で、緩んでる間に準備してくださいねというお話をございました。今だよね。今ですね、本当にね。これで言いますと、4月7日には、ですから8日ですね、にアメリカとイランの停戦のお話がございましたが、その後4月12日には決裂、4月13日にはホルムズの逆封鎖というのがアメリカから行われたりというのもありました。株式市場はイラン情勢の沈静化を期待して上昇していったりもしました。先ほどもね、日経が昨日、一昨日ぐらいのタイミングで史上初の6万円台となってはいるんですけれども、イングランド銀行の副総裁ですとか IMF の発表としては、やはり実体経済とかけ離れているというところで非常に強い警告をしているというところも、ちょっとぬか喜びなのかなというような。円とドルの価値、だからドルの価値がちょっと危ないなとか、アメリカ信用してて大丈夫かなっていうような気持ちが増えるような時期でしょ。そうですね。で、日本って米国債を、だから海外資産世界1位とか2位とかの国なんですよ、日本って。じゃあその資産って何って言ったら米国債なんですよ。で、売ろうとした人はなぜか死んだりするんですよ。うわー怖い。僕何回怖いって言えばいいんだろう。わかんないけど。なんか売ろうとした人たちはなんかいなくなっちゃったなとか結構あるわけですよ。だからね、泥酔会見とかいろいろありましたけど、いろいろね、日本のためを思うと結構大変なんですよ、政治家の人って。日本のためはあんまり思ってない人って人気あったりしますからね。わかんないですけど、なんとも言えないですけど。面白いなと思って見てますけど、そういうことだよね。っていうことは日本も釣られちゃうじゃないですか。で、どこに逃がすって言って、企業さんの方がほら信用できるでしょ。だから、インフレの時とかって通貨は安くなって物が上がるでしょ。だから株とかに逃げたりはするんだけど、株もいつまでかねという感じもあったりするんで、みんなビットコインみたいにチャレンジしてるなって思ってます。いや、株がビットコインみたいに言うのやめてくださいよ、ちょっと。どこだろうっていうね。はい。で、最後、4月末に衝撃、5月3日までは比較的良い時期、水星と火星の先ほどのコンジャンクションについては最後が4月20日前後、感度の糸は日付る26から27あたりに大きな何かあるかなというお話で、これは先ほどのホワイトハウスの発砲事件が。そうだし、AI とかかなっていうふうには思いますけど。ですかね。というところではございましたので、なかなかちょっと結構、符号としては一致していたのかなというところはございますかね。はい。これを踏まえた上で、5月の予言というところで改めてお願いしたいと思います。はい。さあ、ということでございまして、改めまして5月の予言ということでございますが、どんな月になるのかお伺いできますでしょうか。いやー、そろそろ雲行きがっていう感じはしますと。雲行きが。なんで、心していきましょうと。もう心していきましょうと。っていうふうには思っていて、何から見ていこうかな。インド先生術の流れと東洋の流れ、いつも見てるよね。はい、そうですね。あとポイントになりそうな日とか見ていけばいいのかな。そうですね。インドで見ていくと、4月はまだ、なんていうのかな、その交渉ごとみたいな感じの流れなんですよ。なるほど。だけど、これから
世界経済に影響があるような陰謀的ななんか忍耐の時期に5月3日あたりから6月1日あたりまで入るんですよ。もうまるっとじゃないですか。まるっと入るんですよ。で、最初は移行期なのね。インドで見たら7日くらいまでは。で、同時に東洋も見ていくと、5月5日までっていうのは水の上の辰なんですよ。で、5月5日の20時49分だから、まあ6日あたりから、ゴールデンウィークが終わったあたりから水のこの水期になるんですよ。で、だからちょっとゴールデンウィーク明けあたりからなんか変わってくるなっていう風に見えると思うと。なるほど。で、実際に庶民への影響っていうのは、東洋で言ったら5月21日の朝9時とかだから、そのあたりからは割とはっきりと出てくると思います。ちょっと試練っぽい感じになってくると思いますと。で、インド先生術も悪いわけでしょ。で、インド先生術も、だいたい12日あたりから雲行きが、怪しくなっていくよっていう感じなんで、多分5月の中旬あたりにいろんなことが起きますと。5月の中旬あたり。で、春分図から見ていくと5月19かなっていう気はすると。で、その19前後ね。19前後で何かあって、で、これで、とりあえずパニックになってほしくないので、だから3月とか4月とか、備蓄とかって僕言ってました。ずっとね。言ってました。で、今月言わなくていいですか？言わなくていいですか？要は、そういうことを言うやつは敵だみたいになったら怖いんですよ。物がこれだけ足りなくなってるのに、自分だけずるいとか、とか、政府が買うなって言ってるのに、買えって進めてるなんてっていう感じに、だってアーカイブ残るからさ、いつのタイミングでこれ見るか分かんないでしょ？まあ、収録日は言ってますけど、そこだけ切り抜いてみたりとか、どんな人なんだろうとか分からずなんか言われちゃったりするじゃないですか。まあまあ、人によっては、ね。で、占い師がそういうこと言うなみたいな感じとかになるじゃんでしょ、どうせ。だから、3月4月何言ってたかっていうのをちゃんと覚えておいてくださいと。はい。っていう感じ。すごいな。とんでもねえな、おい。いや、そういう言い方でいい？まあまあ、はい。まあ、気を使ってるじゃん。まあまあ、気はね、いろいろ考えて参考にしていただければと思いますね。そう。で、6月の頭なのか5月なのか分かんないのね。あとのポイントとして、要は5月と中旬くらいに何かあって、みんなが慌て始めるかもしれない。試練って感じるような感じになるかもしれないなと思うわけです。で、それのきっかけはもう起きてますと。起きてます。もう起きてる。もう起きてますと。で、だけど、ちゃんとそうなんだって分かるのに、まあ、グラデーションがあるんですよ。グラデーションがあって、みんながそうだなってものは5月の、まあ、その真ん中あたり。で、本当になんかそれで慌て出したりとか、現実に見えて、そんなに買うなとか、慌てるなっていうのがもっともっと強くなっていって、そういうことを言うやつは敵だみたいになりそうな感じ。ほら、マスクの買い占めやめましょうとかあったでしょ？ありましたね。だから、慌てず淡々と、僕が言えるのはそんな感じです。で、松が、なんかありそうなんですよ。結局、土星がどんどん米ドルの太陽に近づいていってるんです。で、一足先に中国の建国図にも近づいてくると。反対側にね、太陽の反対側に近づいてくる。それが5月末ぐらいから影響は多分あるんですよ。で、その辺から空気がいろいろ変わってって、完全に米ドルのチャートに乗るのは6月の20日くらいなの。で、そうだよね。だからもう予兆みたいなのが多分5月の末あたり。ここ読めないんです、僕。6月5日前後5日とか、5月31日とか6月1日前後5日とかに何かあるだろうなとは思ってるんですよ。だから5月の末から6月の頭あたりに何かあって、で、いよいよだなっていう感じになっていくとは思いますと。はい。なるほどね。っていう感じなので、いや、外れてほしいと思ってますと。何でも言うように外れてほしいと思ってます。はい。なので、頑張っていきましょう。すごい。何も前向きではないのに、前向きであるかのようにまとめた。頑張っていきましょうって思うけどね。だけど、俺、ちゃんとやってたでしょ？今までね。去年くらいからやってたし、バサバサね、時事ネタもやって、芸能人のゴシップなんか扱うなんてとかね、思ってた人もいるでしょうと。別にいいじゃないですか。なんかそういうことやって、ちょっとチラシ巻いてたんですよ。まあそうですよね。別に、なんていうのかな、僕、有名人ではないし、インフルエンサーっていうほどでもないじゃん。だから、自分にできることは何かなって頭使って、やれることやったかなと思ってんで、もう、仕事はしたかなって個人的にはもう思ってるんです。もう、日本っていういい国に義理は果たしたかな、みたいな。最終回みたいな展開。いや、知らねえよって思って。
別にね、占いってうさんくさいんでしょ。まあまあまあ、でそうまあ、外れですよ、外れ。外れでいい。だから、外れてフォロワーもね、外れてメンバーシップも落ちてっていう感じでも、まあ、あなた困っちゃうかもしれないけど。まあまあ、僕は別にいいんですよ、それはね。全然構わないですけど。まあ、そんな風に思ってるので、うん、いろいろ一人一人ね、頑張って対処してってみてください。はい。はい、その後いい時代だから。取ってつけたよだけど。その後までが大変なんですよね。そう。だから、まあそういう意味では、その大変な時代を乗り越えるためのヒントみたいなものをずっとね、占いと時事ですとか、メンバーシップもそうですけども、いろんな動画の中でちょっと散りばめてお届けはしてきてるかなとは思いますので、ね、改めてどうしたらいいんだろうって思う方は、ぜひとも過去の動画を振り返って、ね、ご覧いただいて、ね、こういうことかな、ああいうことかな、これした方がいいかなっていうのをちょっといろいろご自身でちょっとご検討いただければなとは思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。チャンネル登録はできればそのまま続けてください。はい。そうですね。そんな感じかな。この番組いいと思う思ったら、チャンネル登録、高評価、ハイプ、コメントなど、応援のコメントなどいただけたら嬉しいですと。はい。別にバットでもいいですよ、拡散するんで。見なきゃいいんです。嫌だなと思う人は。はい。ね。はい。ということでございまして、5月の予言のコーナー、こんなところでございました。さあ、ということでございまして、エンディングでございますけれども、今回のね、やつをご覧いただいて、まあ皆さんもね、いろいろとね、ちょっとお考えになるところもあるかもしれませんけども、本当にまあ、とにかく大変な時代だっていうのは、まあ皆さんもね、もうね、言われなったって分かってるよって方もいらっしゃると思いますけども。どうなんでしょう、このスタンスで大丈夫ですかね。このスタンスで大丈夫な方はついてきていただければ。そう。大体、火星と太陽のところチラチラしたら、まあ地震とかってあったりするんですよ。とか、ね、災害とかあったりして、それで当たったって言ってビュー稼ぐっていうのもできるっちゃできるんだけど、それだとぼやけちゃうでしょ、まあ、輪郭が。だから、毎月なんか当たってそうなところを触っていく、掃除系探していくっていうか、掃除って覚えてます？合同と掃除って中学の時、書面問題でみんなが数学嫌になるやつ。近い形ですよね。そう。同じ形だけど、大きさというか、比が違うっていうやつですよね。なんかそういうの見つけていく方が受けるのかなって思ったりもするんだけど、大変な時代だから、ぼやけてほしくないんですよ。で、そうだね、焦点ある程度絞れてた方がいいかなって思ってこういうのやってるんですけど、それでもいいっていう方はぜひ応援よろしくお願いいたします。はい。どうぞ、ね、よろしくお願いします。大変な時代ですからね、一緒に頑張っていきましょう。ということでございまして、お知らせの方ですね、何かございますでしょうか？はい。お知らせとしては、まず男占い師赤裸々鑑定祭りと、公開鑑定誰か生贄でもう決まっていて、言い方。石野さんと一緒に占ったりとか、別な、時間帯では、尾関先生も出てたりとか、いろんな先生が2人でこう、1人の人を占っていくみたいな、そういうイベント。あと、その後、懇親会というか、飲み会みたいなのもあるので、ぜひ遊びに来てください。中野のサムライアーサさん、5月5日の午後です。詳しくは桜田先生のブログからっていう感じで。で、あと、5月の24日、ふわっとお伝えしてますけど、チャズ先生とココ先生と錦糸町の階段バーガーリックマネーカモンさんの方で、また、やりますと。魔術と選者のみたいな感じでやらせていただきますので、ぜひそちらも遊びに来てください。5月24日の夕方で、こちら、リンク貼っておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。あともう一点、まだね、これね、いつ公開されるか決まってないんですけど、もしかしたら5月中旬ぐらいにアップされちゃう可能性もあるので、うまくる先生が昔テレネ一緒にやっていただいてた先生のチャンネルに出るらしいので、もし出たら告知しますので、そちらも注目よろしくお願いいたします。はい、以上。はい、ということでございますね。まあ、いっぱいね、お知らせございますので、今後もね、いろいろと出てくると思いますので、また決まりましたら、随時どんどんお知らせしていきますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。あとは、あれですね、占いと時事スペシャルで、チャズ先生がいよいよ出てくれるっていう。ゴールデンウィークスペシャルみたいな感じで、チャズ先生に、ズームで、この後収録するんですけれども、リアルタイムで、そう、椅子の国の偉い人。はい。あの人かな。ネタ的な。ネタになりそうな人を占いますんで、なるほど。ぜひ、そちらも、まあ、週末上がるかなと、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということでございますので、引き続きどうぞ、占いカンセレネのチャンネルの方ですね、YouTube あるいはニコニコの方、どうぞよろしくお願いできればと思いますが、はい。そのためには、水野先生、どうしたらいいですか？チャンネル登録、高評価、コメント、ハイプ、拡散、みんなよろしくお願いします。あとメンバーシップもやっていて、もうちょっと突っ込んだ話とか、鑑定、ライブ配信での鑑定、優先権というかなんかそういうのもやってますんで、よろしくお願いいたします。それでは、今月もありがとうございました。また来週。